こんにちは。行政書士社会保険労務士の小園です。中小企業経営のちょっといい話ということで動画をお送りをしております。今回はトピックスとして国民年金基金の掛け金が引き上げになるというお話をしていきたいと思います。現時点ではですね、確定ではなく、国会での承認待ちといった形になりますけれど、ほぼ承認されるだろうという形になっておりますので、ご紹介をしていきたいと思います。そして、国民年金基金、たまにテレビで CM なんかもやっておりますけれど、あまり多くの方に、馴染みのあるものではないので、今回国民年金基金がどういったものなのかについて見ていきたいと思います。まず今回の概要ですけれど、国民年金基金、年金の一つではありますので、やはり老後の資金といったところになります。従いまして、今の平均寿命と老後の生活についてまずは見ていきたいと思います。そんな中で、国民年金基金とはどういったメリットがあるのかですね、そういったところ、国民年金基金の概要について、そして国民年金基金の対象者、加入ができる方と掛け金について見ていきたいと思います。そして似たようなものでよく出てくるのがiDeCoと言われるものですね。このiDeCoとの比較について見ていって、最後に注意点とまとめという形になります。まずは平均寿命と老後の生活といった形で、この左側のグラフにつきましては、男性と女性の平均寿命のグラフになっております。1990年の当時はですね、男性の平均寿命は76歳。女性は82歳といった状況になっておりましたけれど、2020年の段階でですね、男性は82歳、女性は87歳という形で平均寿命が伸びてきているといった状況。医療制度の充実さとか、高度化といったところもありますけれど、やはり平均寿命というのが伸びて、長寿化しているといった状況になっている。そんな中でですね、やはり心配になるのが、老後の生活費といったところになってきておりますけれど、一部国の方の試算によりますと、老後の生活費は月14万円なんていう、データも出ておりますけれど、国民年金の金額でいきますと、月に6万5千円ぐらいといった状況になっております。もちろんサラリーマンの方につきましては厚生年金があるのでさらに上乗せというのがありますけれど、自営業の方ですとかフリーランスの方には厚生年金はありませんので、厚生年金に加入したことがない国民年金だけの方でマックス加入してた場合は月額約6万5千円ほどという形になっておりますので、政府試算で老後の生活費月14万円に対して6万5千円の年金をもらうと月に7万5千円不足といった状況が単純計算で出てくるといった状況になっております。では自営業フリーランスの方につきましてはこの7万5千円をどうやって埋めていくのかといったところは非常に問題になってくるところではありますけれど、この差額分を埋めていくものの一つとして国民年金基金というのがあります。この国民年金基金ですけれど、どういったものなのかといいますと、自営業ですとかフリーランスの方のための年金を増やせる年金制度、国が運用しているものになっておりますけれど、公務員と同じくですね、会社員の方と同じく、公的な年金を上乗せができるという、自営業フリーランスの方のための厚生年金みたいなイメージかと思いますけれど、加入できる方は国民年金の1号被保険者の方、さらにですね、イレギュラーではありますけれど、国民年金の任意加入者で60歳以上65歳未満の方ですとか、海外居住の方というのも国民年金基金に加入ができるといった状況。そしてですね、国民皆年金といった状況になっておりますけれど、いわゆる厚生年金に加入されている方というのが、2号被保険者と言われる方で約4500万人と、そして3号被保険者という形で扶養の方ですね、こちらが760万人ほどいるといった状況の中で、今現状、国民年金だけの方というのがですね、1400万人ほどいるといった状況で、全体、年金入っている方6700万人のうち1400万人の方が、自営業フリーランスといったくくりになっているといった状況。
そういった中でですね、それらの方たちが老後の資金不足分を埋めるための国民年金基金をどれだけ利用しているのかといいますと、今現状は国民年金基金に加入をしている方は34万人という形になっておりまして、加入率でいきますと1400万人のうちの34万人ということで 2.3% ほどといった形で、必ずしも普及がしているとは今言い難い状況ではありますが、加入率としては 2.3% といった形になっております。そしてこの国民年金基金ですけれど、どういった入り方があるのかという年金のタイプと掛け金の引き上げについて少し見ていきたいと思います。基本的にはですね、ベースとしては国民年金をもらうといった状況で、さらに上乗せとして国民年金基金に入っていくと。そして国民年金基金の方に関しても、一口入る場合と二口以上入る場合というケースがありますけれど、基本的にはですね、終身年金という形で A 型 B 型といった形で2種類があるといった状況で、さらにですね、確定年金という形で1型から5型まであるといった状況で、いろんなパターンがあるといった状況で、今回ですね、令和6年度の4月からですね、掛け金が引き上げになる予定といった形で、掛け金が引き上げになるのはこの終身年金の部分の A 型と B 型の部分といった形、ここにですね、令和6年4月以降新たに加入をする場合、もしくは増口する場合にはですね、引き上げた金額で保険料を払っていくという形になっているといった状況です。そして、国民年金基金の加入者の状況ですけれど、こちら見ていきたいと思いますけれど、今現状ですね、約34万人のほどの方が入っているといった状況で、月にどのくらい掛け金かけているのかといいますと、平均で27,900円といった状況で、平均で口数でいくと 4.7 口ですね。1口目は1万2000円ほど、2口目以降は1万5000円ほどで掛け金をかけている方が多いといった状況ではですね、その他に現状加入している方の年齢構成ですね、そういった方の構成を見ていくと、50歳から59歳、60歳未満の方がもうほぼ半数といった状況。そして40歳から49歳の方が約3割ほどといった状況で、やはりですね、40を超えてくると、やはり将来の年金というのは非常に気になってくるようで、ほぼほぼ8割強の方が国民年金基金に入っているといった状況になっている。そして掛け金につきましては、一番多いのはですね、1万円から2万円ぐらいという形で、こちらが 35% ほどの方が掛けていると。その次に多いのが2万円から3万円ぐらいといった状況になっていて、平均としては全体で27,900円といった状況になっています。こういった国民年金基金ですね、将来の年金の一つではありますけれど、最近政府が非常に力を入れているのが、iDeCoと言われるもの、言葉聞いたことあるかもしれませんけれど、国民年金基金と少し比較をしてみると、国民年金基金とiDeCoで大きく違うのはですね、やはりですね、掛け金の部分と運用指示の部分ではないかなというふうに思います。掛け金に関しましては、国民年金基金は加入時の年齢だとか、将来受け取りたい年金のタイプによって、プランによってですね、掛け金が変わっていく、自由に決められるといった形になっている。一方、iDeCoに関しても、金額はご自身の自由に変えられるんですけど、別にプランを変えられるというわけではないので、ご自身の財政状況によって、金額を月額5000円から1000円単位で設定ができるといった状況ですね。そして一方大きく違うのが運用指示の部分に関してですけれど、国民年金基金に関しましては運用の指示はなく、掛け金をかけて、あとは国が運用するといった状況ではありますけれど、iDeCoに関しましてはその運用の指示をしなければいけないといった形で、iDeCoですね、金額的な自由度は高いんですけれど、手間や指示をしなければいけないといった部分もあるので、こちらはご自身の性格だとかによってですね、どちらを選ぶかを決めていただければというふうに思います。また受け取り期間に関しましてもですね、国民年金基金に関しては原則65歳、年金と同じという形になりますけれど、iDeCoに関しましては、加入期間によって60歳から75歳という形で少し幅があるといった状況になっております。そして最後に注意点のまとめですけれど、
国民年金基金、自分がいくらをかけたら将来いくらどのくらい年金がもらえるんだろうかといったところも気になるかと思いますけれど、こちらはですね、国民年金基金のホームページで試算ができます。実際の年金額を調べたい方へという形で、シミュレーションができるような、ところもありますので、まずは気になった方はこちらでシミュレーションしてみると良いかと思います。また、国民年金基金のメリットですけれど、こちらですね、少ない掛け金だとか、自由なプランでスタートができるといったところが、非常に魅力的かなというふうに。また、加入後においてもですね、ライフサイクルの変化に応じて、月々の掛け金の増減が可能であると。また、掛け金に関しましては、全額所得控除の対象、例えばですね、住民税だとか、所得税が軽減をされるといった状況になっております。今現状ですね、退職の年齢もですね、60歳ではありますけれど、延長を超えて65歳、就労機会の確保で70歳といった形になっておりますので、就労期間、定年がどんどん伸びていく中ですね、給料をもらえる方もどんどん増えてきていると。一方でですね、フリーランスで働く方という方は、定年等はありませんので、やはりどこかのタイミングで、お仕事を辞めるといった状況になりますので、老後の資金というのをですね、今から考えておいて、も良いのかと思います。今日の内容が明日からの経営にちょっとだけ役に立つことを願っております。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回。